高橋ファルコンズの千秋です。安藤です。最近さ、水色の端末がひっついた自販機を街でよく見かけるんやけど、わかる？あるな。あれが自販機っていう決済ツールの使う端末だけど、今自販機を使うと、自動販売機でジュースが3本無料でもらえるんよ。はいはい。今回はそのお得な情報も踏まえて、自販機がどういうものかっていうのを話していきたいんやけど、ヤフーニュースでもこのことが取り上げられとって、最近街中でカタカナでピって書いてあるマークがあるその自販機があるんやけど、それがサントリーが開発した自販機専用のスマートフォン決済アプリ、自販機に対応しとるっていうことを示すサインで、最近テレビ CM とかやっとって、アプリのダウンロードランキングで上位を争うなどと注目を集めとんだ。で、自販機がキャッシュレス化の波もあって、電子マネー決済機器の導入を進めてはおるんやけど、導入コストが見合わずに、キャッシュレス化があんまり進んでなかったよな。で、2024年時点で、電子決済対応の自販機ってまだ4割程度しかないんよ。で、こういう状況を打破しようとして、サントリーが、約3年をかけて開発して、で、今年3月の全国展開後、すでに500万ダウンロードを達成したアプリが自販機のことで、スマホアプリを利用することで自販機に設置する機器は単純化して大幅なコストダウンに成功したと。で、年内に自社自販機15万台への設置を目指しとる。で、特徴としては、まず、利用登録がめちゃくちゃ簡単で、電話番号で SMS 認証して、で、決済方法を設定したらもうそれで終わり。そこからもう速攻で利用できるようになって、よくさ、こういう決済系のアプリってさ、ID パスワード設定してメールアドレスとか入れたりとか、めっちゃめんどくさい手続きがあったんやけど、もうそういう登録作業が一切なくって、SNS とかでもう1分未満で終わりましたみたいなポストも結構あるんよな。実際使う段階になると、俺実際使ったことあるんやけど、自販機の前まで来て、で、ドリンクのボタンを押して、アプリ起動して、で、スマホを端末にタッチ。この3ステップで買えるんよ。めっちゃ早い。簡単やな。ほんと間違って買ってしまうぐらいの感じ。5秒もかからんぐらいの感じで。これが結構画期的やなと思ったんやけど、ここから自販機に導入されとるキャッシュレス決済、どういうのがあるかっていうのを紹介していくんやけど、一つ目が、交通系 IC カードの決済やんな。駅とかによくあるやつ、スイカとかパスモとかで掲載するやつな。これが多分一番普及しとんのかな？そうやな。うん。俺もスイカとかやわ。交通系 IC の決済のメリットは、汎用性が高いってことと、決済がスピーディーっていうことと、残高チャージが簡単っていうことが挙げられるんやけど、その一方で、デメリットとしては導入コストが高いと。自販機側に IC カードリーダーを設置する必要があって、結構高額になるっていうのと、通信環境が悪いところだと決済に時間がかかったりすることもあると。で、二つ目の決済手段が QR コード決済、PayPay とか LINEPay、楽天 Pay とかだけど、これのメリットは、利用者が多いってことと、キャンペーンが豊富、ポイント還元とかの特典を受けやすいってことが挙げられて、で、その一方で、デメリットとしては、決済に手間がかかると、アプリを起動して QR コードを読み取ってっていう手間があるのと、ディスプレイを表示せなあかんから、結構鮮明な QR コードを表示する必要があって、端末を設置するのにコストがかかると。で、三つ目がさっき一番最初に紹介したの自販機とかの自販機メーカー独自の専用アプリがあって、ちょっと前からあるのが、コカ・コーラがやってるコークオンか。これが昔からあるやつで、最初に言った最近出てきた自販機との違いを見ていくと、自販機はさっきも言った通りサントリーの自販機で使えるやつで、コークオンがコカ・コーラの自販機で使えると。で、決済方法が変わっとって、自販機は NFC 決済なの。スイカとかと同じタッチで決済する方法。タッチのな。はいはい。で、コークオンは Bluetooth 接続なのよ。これ結構違いがあって、NFC 決済やと、スイカの改札通るみたいな感じ。あれってもうめっちゃ早いやん。でも、コークオンはその Bluetooth いちいち繋いで、ちょっとめんどいな。商品選択してってせなあかんから、若干時間がかかる。小銭とかチャラチャラやるよりは楽やと思うけど。で、あと、これも結構すごいなと思ったんやけど、自販機は共通のポイントと連携できるような。D ポイントから楽天ポイントと連携しとって、逆にコークオンは独自のスタンプ制度を設けとんのよな。コークオン使っとる人はわかると思うんやけど、1本買うごとにスタンプが1個溜まってって、15個溜まったら1本無料とか。自販機の場合は、楽天ポイントと連携しとけば、楽天ポイントとかも溜まっていくと。だからポイントが分散しにくいっていうメリットがある。オープンなポイント制度。ただ、対応台数で見ると、自販機は拡大しとるけど、コークオンよりは全然まだまだ少なくて、逆にコークオンは、コカ・コーラの自販機ほとんど
体感では8割ぐらいは導入されとんちゃうかっていうぐらい。確かに高校の方が知名度はあるような。で、さっきも挙げたんやけど、その自販機の通信手段っていうか、NFC の技術っていうのが画期的らしくて、詳しい仕組みはわからんねやけど、単純な通信でやっとるから、その普通のクレジットカードとか QR コードの決済端末と違って、すごい安いらしいんよ、あの端末って。で、そんなに通信が複雑じゃないから、早いと。サントリーの社員5人で3年かけて作ったっていう。すごいよね、それも。実際さ、最近よく自販機の端末を見かけることが増えたから気にはなっとったんやけど、俺も。でもそのアプリをさ、入れなあかんっていうのがめんどくさいなと思って、敬遠しとったんやけど、実際入れてみたら登録一瞬で終わるしさ、でもアプリ開いてから買うまでがめっちゃ早いから、一瞬。これはそう便利やなと思って。でもまだ田舎の方は少ないんか。いや、俺も正直この話聞くまで知らんかったから、この自販機。CM とかしとるらしいけど、どんくらい世間的に浸透しとるかがまだ分かってないんですよ。で、俺もさっきインストールしたばっかなんやけど、マジで1分ぐらいでできたから、もうやってない人おったらやるべきやな。特に今無料でさ、3本もらえるっていうのが非常にでかくて。問題は自販機に対応しとるサントリーの自販機がどこにあるかっていうのが、あと田舎にはそんなそもそもないんじゃないかっていうのが問題なくらいで。最初に言ったんやけど、今新規でダウンロードすれば3本無料でもらえるキャンペーン実施しとるから、1本あたり300円以下のドリンクが3本無料なんよ。だから最大で900円分得するんよ。でもなかなか300円上限やけど、ないよな、300円くらいの。そうそう。そもそもサントリーの自販機って結構安いんよな。安いよな。多分普通のコカ・コーラより安いから、なかなか300円分使おうっていうのは難しいよな。うちの近くにもその自販機のさ、対応しとる自販機あるんやけど、だいたい140円ぐらいなんよ。そうやんな。一番高いのがエナジードリンクのゾーンのドリンクで、それが180円やから、安いのはありがたいんやけど、ちょっとな、せっかく使えるのに。いざこれ300円以下でな、もらえると思ったら、ちょっと損してギリギリの使いたいよな。確かに俺も、モンスターエナジーが210円とかやから。ただ、こういうキャンペーンって、結構奮発しとるやん、こう、一人最大900円っていうの。そうやな。いや、結構なかなかやで。でも、今までのこういったキャンペーンのペイペイとかさ、はいはい。よくやっとるけど、楽天モバイルとか、そういうのと一緒でさ、今までの流れでいくと、こういうのって早めに終了したりさ、キャンペーン内容縮小したりするから、早めに使った方がいいと思う。これをもし聞いとる人でまだ使ってなかったら、その最初が一番得なのは間違いないから。期間の期限があって、俺も今日インストールして、で、来年の1月末まで使えますっていうやつやったから、半年あるんやけど、それでもいつ打ち切られるかわからんから、早く使うに越したことはないよな。予算に到達しましたとか言ってな、早く終わったりする可能性あるから。いや、だってもうこの時点で500万ダウンロードされとんねやろ。そうだよな。いや、なかなか企業からしてもすげえ奮発しとると思うな。最近さ、だから俺も3本無料っていうキャンペーンを知ったから、安藤さん含め、周りの人に広めてみたんやけど、まだ知っとる人に会ったことがないから、あんまり知られてないっぽいよな。意外と。おー。でもマジで助かるな、これ。今、このラジオに出会えた人はラッキーかもしれんな。3本やったらさ、1本ぐらいさ、普段の万本にチャレンジできるやん。普段やってお金出しては買うほどでもないけど、この機会やからこそ買うみたいな。逆に水とかお茶とか買うの、もったいないよな。もったいないもったいない。かといって、エナジードリンクは飲みたくねえんよな。そうなんよね。個人的な、あれやけど。俺ら別にエナジードリンク中毒じゃないから。調べたら、スポーツジムに置いてある自販機は、プロテインが売ってるらしい。それは単価高そうやな。250円ぐらいやったけど、俺が見たやつは。すげえ。需要はあると思うわ。スポーツジムやし。あと個人的には、セブンでさ、コーヒー買っとんねやけど、それが最近値上げしたんよね。120円から140円に。だからさ、ボスの500のコーヒーとか、普段やったら絶対変わんないけど、こういう機会に一回買ってみて、ちょっと一回試してみて、っていうのもできるよな。ちょっと話取れるけど、最近、飲料系の値上がり激しいからさ。なんか話題になっとんのでいくとさ、コーラがさ、10月から20円値上げされるらしくて、小売価格が200円になるんよ。で、自販機が200円でコーラ売られることになるんよな。500のペットボトルが200円。そうそう。っていうかさ、スーパーとかで売ってるコーラちっちゃくなっとるよな。はいはいはい。なんか目の錯覚かと思ったけど、あれちっちゃくなっとんのよな。実際ちっちゃくなっとるあれ。だって値段変わってないのにちっちゃくなっとるから。コカ・コーラ社が値上げに踏み切っとるから、そのアクエリアスとか、創建美茶とか、綾鷹とかも値上げするみたい。
それでも200円はさ、軽よ。高いな。そういう中では、この自販機の3本無料はめちゃくちゃありがたいよな。確かにな。こういうさ、サントリーがやって、まあ、企業登録っていうかやってくれるとさ、他の企業もさ、似たようなアプリとかさ、やってくれたら助かるんやけどな。まあ、追随してな。そうそう。まあ確かに、競争っていう意味でいくと、今まで自販機のキャッシュレス決済ってさ、まあ、駅の自販機以外やと、ほぼ航空音の一強やったからさ。だから自販機が出てきたことでな、競争がもっと激化したら消費者的には嬉しいけどな。まあただ、その QR コード決済みたいにさ、ペイペイ、楽天ペイ、ファミペイとか言ってさ、枝分かれすると、まあ、自販機ごとにさ、アプリをインストールして使い分けなあかんくなるから、それはそれでめんどくさいけどな。まあ競争はしてほしいんやけど、アプリを統一してほしいっていうジレンマ。確かに自販機のユーザーでその交通系の IC カードなんで対応してないんやって文句言っとる人は結構おったな。スイカ、イコカ。逆に職場のが自販機専用になってしまったから、今までスイカで買っとったのに買えんくなったって言って文句言っとる人はおった。でも仕組みは一緒やからな。一緒。ただ単にどの決済で買えるかだけなんやけど。確かにスイカ使ってる人からしたら JRE ポイントを貯めとるとかあるんかもしれんな。なるほどね。まあそれでもや。と言ってもまあ自販機ってそもそもあんまり使う機会少ないけどな。いや、そうなんよね。あんま使わない人の方が多いんちゃうか。台数も減っとるみたいやしな。通勤しとる人とかやったら、もしかしたら駅でなんかルーティンとして毎日1本自販機買って会社に持ってくとかあるかもしれんけど。あとは工場とかさ、建設現場で働いとる人とかは現場に自販機あったりするから、そこでしょっちゅう買っとる人とかおるかもしれんけどな。いや実際コンビニとか薬局とかスーパーがあるんやったらそっちの方が安いしな。自販機で買うメリットっつうと、まあレジ待たんでいいことか、あとは確実に冷たい飲み物が冷えとるっていうことぐらいかな。そうやな。コンビニとかスーパーってさ、特にスーパーさ、冷えてないこと結構あるよな。めっちゃぬるい。はいはい。ことあるけど、まあ自販機は確実に冷えとるからいいよ。でも、自販機の台数減るのは困るけどな。田舎とか行くとさ、コンビニとか全然ないとこやと、ほんま自販機ってライフラインやからな。そうやな。暑い時期とか自販機なかったら死ぬからな。昔、榊原温泉まで歩いて行った時に、もうほんま1時間ぐらい歩いて、駅から俺らがバスミスってさ、で途中で自販機あったのすげえ助かった記憶あるもん。人の命救うこともあるやろうな、自販機がな。実際災害時は自販機に救われたりするみたいやしな。はい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 。でも、キャッシュレスでな、主流になってきた世の中で、こういうアプリめっちゃ助かるけどな。で俺は今後はな、ポイントとか分散させたくないしさ、特にコカ・コーラにこだわりもないからさ、だったら決済のスピードが速い自販機を使っていきたいと思うわ。積極的に航空音よりな。だから隣にコカ・コーラの自販機と自販機のそのサントリーの自販機並んどったら俺は自販機使うな。まあそうやな。自販機が周りに近くにないっていう人も、その公式サイトでマップでな、自販機の対応しとる自販機がどこにあるかっていうの見れるみたいやから、それを使ってみたらどうでしょうか。非常にためになる紙アプリやと思うわ。ありがとう。今回はお得な情報を届ける回になったんやけど、こんな感じで今回は自販機でジュースが3本もらえるキャンペーンをやってるよっていう話をしていました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。